天文スタジオを使ってここまで画像処理をして、そして Google フォトの写真アプリで多少加工して色付けすればもう十分ね。こんにちは、住谷です。今スマート望遠鏡に新しい波がやってきてますね。それは何かというと、天体画像の処理をスマート望遠鏡のアプリなどで簡単にできるっていうところです。天体写真はね、非常に奥が深いので、極めればいろんなことがもちろんできるんですけれども、天体望遠鏡を初めて買う人にとって一番大事なのは簡単なことです。天体写真の一番大きな難点だったのは、ヒストグラムの調整とか、かぶりの除去とか、ノイズの除去とか、いろんなね、難しい処理をしないと綺麗な天体写真が撮れないということがあったんですけれども、スマート望遠鏡はもはやそれを過去のものにしようとしています。シースター S30 とか S50 でもね、ワンクリックで AI ノイズ除去をやってくれる機能が入っていますし、ドワーフ3に至ってはね、星を全部消したりとか、星を小さくしたりとか、あるいは周りのね、かぶり除去まで自動でやってくれるという、そういう機能までね、後処理ですけれども入ってきています。もはやね、スマート望遠鏡があれば高度な専門知識が必要だったね、画像処理が使えなくても十分楽しめるという時代になっています。もちろんね、私もいろんな画像処理ソフトを使ったりもしますが、時間も労力もそれから学習曲線も大変です。その点ね、スマート望遠鏡はワンクリックで綺麗な天体画像を簡単に手にすることができるというところが大きなね、メリットになっているというか、これがね、今のトレンドになっているんではないかなというふうに思います。これからのスマート望遠鏡の性能は画像処理の高性能化にあるんではないかというふうに考えています。しかもね、パソコンがなくてもスマートフォン1台でその中で完結できるっていうのがすごいですよね。スマートフォンだけで全部完結できれば嬉しいですよね。はい。もちろんね、高性能なパソコンがあればいろんなね、画像処理をやることはできるんですけれども、しかしドワーフ3に至ってはね、クラウドにデータを上げるだけでそれを画像処理してくれたものを返してくれてダウンロードすればもう綺麗な天体写真が完成しているというところまで来ていますね。それにさらに加工を加えたければ、写真アプリで加工するだけでもう完璧なね、天体画像が手に入るという時代になりましたね。難しいね、天体写真の画像処理技術をマスターしなくてももういい時代がやってきているのかもしれませんね。はい。初めて天体望遠鏡を買う人にとっても、こういう AI で事実上画像処理までやってくれるんであれば、高性能な天体望遠鏡とか赤道儀とか CMOS カメラとか一眼レフカメラとか、そんなものを持っていなくてもね、スマート望遠鏡1台あれば全部完結できると、そういう時代になっているような感じがします。さらにこれからね、スマート望遠鏡はどんどん進化していくでしょうから、それがさらに高性能になり、天体写真を簡単に楽しむ時代がやってきているんではないかなというふうな感じがします。先日ドワーフ3で撮ったバラ星雲がありますので、それを使ってね、加工してみたいと思います。バラ星雲ですね。はい。で、バラ星雲をドワーフ3で撮ってる途中の映像がこれです。途中の経過を保存したものがいくつかあるんですけれども、ノイズが多いですよね。それに対して自動で画像処理をしたものがこれです。Google フォトの今画面なんですけれども、編集機能をしてダイナミック。これだけでもね、もう十分綺麗ですよね、バラ星雲。すごいな、これ。
いやー、これだけの映像が出てくるってビビっちゃいますね。それから補正をするとこんな感じで少し白っぽいバラ星雲がやってきます。さらにウォーム。このウォームがいいよね。赤いバラ星雲の雰囲気がよく出ます。それからクールにするとね、少し青っぽいバラ星雲になりますね。ツールで調整っていうのを押してね、明るさを上げてみたり、コントラストを上げてみたり、HDR エフェクトをかけてみた。HDR エフェクトをかけるとね、すごいバラ星雲がすごいことになりますよ。これで十分ですよね。スマホ内蔵の写真アプリで少しワンクリックする、あるいはスライドをするだけでね、ここまで綺麗になるわけですから、天体画像処理の世界もいろいろできるんですけど、シャープもできるんだね。完了。コピーを保存。はい、適当にやっただけですけども、こういう風なバラ星雲がもうできちゃうわけですね。で、これがアプリでここまでできちゃうということですから、もうね、もともとの撮影途中のものはこんなにノイズだらけで、かぶりがあったりとか、星が大きかったりとかするんですが、ドワーフ3の天文スタジオで自動でここまでやってくれて、その後ね、Google フォトの写真アプリで多少色付けすればね、もはや天体写真は完成という時代になりますね。事実上、天体写真の画像処理までクラウドに上げたりとか、あるいは AI ノイズ除去とか、そういうことで完璧に仕上げることができる時代になっていますので、皆さんね、スマート望遠鏡を買えばおまけでこれがついてくるというふうなね、コメントもいただきましたが、おまけどころじゃないですね。これはね、メインの機能だと、一番売りの機能ではないかなというふうに思います。スマート望遠鏡の一番の売りが今ね、この画像処理まで自動でやってくれるという機能ではないかなというふうに思います。皆さんもね、スマート望遠鏡を手にして自動で画像処理までやって天体写真を楽しんでみてはいかがでしょうか。この後ね、実際に撮影したバラ星雲の比較をしてみますので、ぜひご覧ください。どうぞ。いかがでしたか。バラ星雲、いろんなね、天体望遠鏡で撮ったものはあるんですけれども、ドワーフ3のね、天文スタジオを使ってここまで画像処理をして、そして Google フォトの写真アプリで多少加工して色付けすれば、もう十分ね、SNS 映えする天体写真をアップできますので、そういう楽しみ方もあるんじゃないかなというふうな感じがしていますね。スマート望遠鏡のすごいところは、最終的に出てくる天体写真がすごいというところなんですね。もちろん電子観望で見ている途中で楽しむこともできるんですが、 AI ノイズ除去とかクラウドに上げて、そこで自動で画像処理までして返してくれるという機能、これがね、これからのトレンドになるんではないかなと。初めて天体望遠鏡を買う人が1台目がスマート望遠鏡になるっていうのが時代の大きな流れになってくるんではないかなというふうに思います。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。えいえいえい
えいと。